ホールトマト入ります。湯切りを甘くしたパスタを加えたら、もうアラビアータは軽く合わせたらこれで盛り付けです。はい、こんにちは、シェフのファビュです。今日はアラビアータを作っていきます。はい、それでは材料紹介です。スパゲッティーニ、ニンニク、唐辛子、ホールトマト、オリーブオイル、塩です。はい、それでは今日は基本のイタリア料理シリーズということで、久しぶりにアラビアータを作っていきます。でアラビアータというパスタはローマの伝統パスタで、本当にシンプルでニンニクと唐辛子とオリーブオイルで加熱していって、でトマトソースを合わせたっていうようなパスタです。でとてもシンプルなパスタではあるんですけど、切り方とか火の入れ方によって味わいが全然変わっていくので、これから早速ですね、材料カットからやっていきます。はい、アラビアータ本当にシンプルです。アーリオオーリオのベースにもうホールトマト、これだけです。でニンニクはですね、これ結構大ぶりの国産のものを使っているので、中国産とかスペイン産でやる場合は今日2かけぐらい使ってください。でまずはこの芯を取ってもいいんですけど、今日はアラビアータかなりニンニクのパンチが必要なので、芯取らなくてこのままみじん切りにしても大丈夫です。でいつもはですね、結構ニンニク潰すことが多いんですけれど、今日はアラビアータの場合はみじん切りです。でみじん切りにする時に今日意識しなきゃいけないことは、とにかく細かくでこう綺麗に切るというよりは、ちょっと包丁でつぶつぐらいのイメージで、もう細かくニンニクをですねみじん切りにするのが一番のポイントです。でニンニクはですね、もうかなり細かめです。でこれぐらいまで細かくするとニンニクのパンチがしっかり出るので、この細かさと結構なこのニンニクの量っていうのがアラビアータには必要になります。そしてあとは使っていく唐辛子ですね。小ぶりの唐辛子があったらこれをもう2本ぐらいで種ごと入れるのがポイントで、とにかく辛みを出していかなきゃいけないので、こうやって砕いてですね使用していきます。で小ぶりの唐辛子がない場合は鷹の爪をですね、それも種は入れてほしいんですけど、こう細かくちぎって使うようにしてみてください。で次はトマトです。でアラビアータを作る時に、使っていくトマトはですね、もう絶対にホールトマトを使うようにするのがおすすめです。でこのトマト製品の中でもホールトマトっていうのは、酸だったりとかキレのあるトマトソースを作ることができるので、アラビアータみたいなキリッとした辛さを出すパスタソースを作るにはこのホールトマトが必要になってきます。でホールはですね、このまま潰さないでこの後ソースで加熱していくようなやり方にしていきます。でそれではソースを作っていきます。はい、それではニンニクと唐辛子とオリーブオイルを加えて、でここから火にかけていきます。で最初は何火でもいいんですけど、まずはふつふつするまで加熱していきます。で今日一番気をつけなきゃいけないのは、ニンニクかなり細かいので焦げやすくなってきます。なのでふつふつした後、この極弱火でじっくりっていうのが鉄則になります。はい、それでは今ふつふつして全体が沸いてきました。そしたら一回ちょっとフライパンを揺すってあげて、温度を均一にして、でここから極弱火に落としてじっくりとニンニクと唐辛子の香りを引き出していきます。で今日この加熱で一番大事になってくるのは、通常アーリオオーリオとか、トマトソース、いろんなパスタソースやるときにニンニクそこまで色つけないです。なんですが今日はアラビアータソースの場合だけはもうきつね色にしっかりニンニクが色づくまで加熱するっていうのがポイントです。それはこのパスタの由来がアラビアータっていうのはイタリア語で怒りん坊っていうパスタなので、ものすごいエネルギッシュというか、攻撃的なパスタソースでもあるんですね。なのでここでしっかりですねニンニクのパンチを出すという意味で色もしっかりのせていくっていう感じになります。はい、それでは今軽くニンニク色づいてきました。でここで入れたいところなんですが、もう少し我慢です。もう全体的にきつね色になるまでじっくりちょっとフライパンを回しながら、もうきつね色になるまで加熱をする。はい、これぐらいですね。
もう全体がしっかりきつね色になったら、ここで火を中火してホールトマト入ります。でホールトマト入ったら塩で、このホールトマトに今のこの香ばしいニンニクと唐辛子のオイルをまとわせる。で今日は1人前量でこのホールトマトが 200g 入ったので、2g の塩入れるようにするとちょうどいい味がつきます。でまずはこのホールトマトを軽く潰しながらトントンしながら加熱をしていきます。でまず最初はファーストステップはホールトマトを入れて、このホールを崩していくとトマトから水分が出てきます。でその水分をこのソースになじませていくとちょっと水っぽい感じがするんですね。それを中火ぐらいで炊いてって表面の水分を飛ばしてちょっと凝縮感を出していきます。はい、それでは今もうだいぶホールトマトが潰れてきてちょっと果肉感が出てきました。で果肉感が出てくるとこのソースとオイルが分離した状態、ここまでいったらもう基本的にこのアラビアータソースは完成です。で最後にですねちょっと茹で汁を足してこのソースを乳化して仕上げるというようなやり方です。はい、それではこれからですね麺を茹でていくんですけど、イタリアの正式なローマのペンネアラビアータっていうのはアラビアータソースに必ずこのペンネがセットです。ペンネっていうのはものすごい厚みがあるので10分ぐらい茹で上がりがかかるんですけど、これをトマトソース一緒に炊いてでペンネを噛みしめながら、パスタの甘みとこのキレのあるパスタソースで合わせるっていうような食べ方が、ローマの食べ方で、それプラスお店にもよるんですが、ちょっとイタリアンパセリ入れたりとか、ローマなのでペコリーノチーズ、コクのあるチーズを合わせるっていう食べ方がローマの食べ方です。そして日本だと、ロングパスタが主流なので、このちょっと細めのスパゲッティーニでやるっていうのが一般的なのかなと思うんですけど、スパゲッティーニでもこのツルツルタイプのテフロンダイスを使うのか、このザラザラのブロンズダイスを使うのかによっても全然印象が変わってきます。このブロンズダイスでこのアラビアータをやる場合はですね、考え方的に言うとアラビアータソースがキレがあるので、ブロンズダイスのパスタの方がやっぱり食べた咀嚼した時の甘みを感じやすいので、そのソースのキレと甘みの対比を楽しむような楽しみ方ができます。で一方このテフロンダイスのツルツルタイプはですね、噛んだ時のしっかりとしたアルデンテがあるので、アラビアータソースのキレとこのアルデンテとっていうキレキレのパスタを楽しみたい時はテフロンダイスでやってください。で今日はですねこのテフロンダイスを茹でていきます。はい、それではパスタ茹でていきます。で今日はテフロンダイスの 1.45mm のパスタを使っていきます。でお湯の中には2リッターに対して 30g の塩が入ってます。はい、それではあとは、麺を合わせてもう仕上げるだけっていう状態ではあるんですけれど、今日は僕ホールトマトでやりました。でこれは市販のトマトソースにニンニクと、唐辛子、和えるだけでももちろんいいんですが、このホールトマトでこのちょっとワイルドな果肉感を残したのには、僕のちょっと考え方があって、アラビアータやっぱりキレがある攻撃的な辛さがあるパスタなので、ちょっとですね滑らかなソースというよりもワイルドに残した方が雰囲気のあるアラビアータソースになるのかなっていう考え方があるので、これぐらいちょっと粗ごしに残した状態でソースを最終的に完成させてます。であとはここに麺を茹でた時にちょっとこの分離した状態、これでもあえて大丈夫なんですけど、やっぱりいいパスタソースっていうのはちょっとですねここに茹で汁を加えてってしっかりちょっと乳化させたやつで和えると着地盛り付けた時もすごいいい雰囲気のパスタ料理になるので、最後にちょっとだけ茹で汁加えるっていうのが今日のレシピのポイントです。はい、それではもう麺が茹がったので合わせていきます。で一番最後に強火にしてでちょっとだけ茹で汁加える。
で最後強火でですねソースを一気に温める。で茹で汁が入って加熱されるとソースがもう一回乳化していきます。でこの茹でたてのパスタを合わせます。はい、そして湯切りを甘くしたパスタを加えたら、もうアラビアータは軽く合わせたらこれで盛り付けです。でここでですね長くやってしまうと、特に細麺はもうすぐにソースを吸ってアルデンテなくなっちゃうので、もうあえたらもうこれで盛り付けをしていきます。はい、これでアラビアータの完成です。はい、それではいただきます。うん、最高です。めちゃくちゃ美味しいですね。やっぱりアラビアータってこのキレがあるパスタソースだからこそ、この麺もテフロンダイスでちょっとアルデンテ意識して細麺でやったので、熱々で食べるっていうのは本当に最高で醍醐味なのかなと思っていて、やっぱりアラビアータの香りを嗅ぐとやっぱ日本のイタリアンっていう感じもあるので、まあそれでもってこう味わいも分かりやすいし、ニンニクと唐辛子とトマトソースって感じで最高のパスタ料理ですね。で今日のこのアラビアータっていうパスタはイタリア料理の基本で、材料が少ないんですが本当に味わい深くて美味しいパスタ料理の一つです。だからこそですね、この調味料の今日の使い方、トマト普通のトマトを使うんじゃなくて、トマトピュレとかじゃなくてホールトマトを使うっていうことと、ニンニクの量を多くしてみじん切りにするっていうことだったりとか、本当に一つ一つの工程をこだわってあげると別次元に美味しいパスタになるので、パスタもですねペンネ使うのか、ちょっとテフロンのアルデンテ意識したパスタ使うのか、あとブロンズダイス使うのかによっても表情が全然変わってくるパスタになってくるので、いろんなアラビアータの世界を楽しんでいただきたいですね。YouTube ではですねこういった基本のパスタ料理を中心に配信をしているんですけれど、今公式アプリの方ではイタリアの郷土料理っていうのはパスタ以外にも本当に奥が深くてですね、前菜野菜料理もそうですし、肉料理も魚料理も、いろんな郷土料理があって、それを今公式アプリの方で配信をしているので、興味のある方は概要欄をチェックしてみてください。はい、ごちそうさまです。今日のこのアラビアータなんですけど、イタリアの神髄的なパスタ料理の一つになっているので、よかったら作ってみてください。はい、いつもコメントありがとうございます。楽しみに拝見させていただいてます。はい、それではまた次回の動画でお会いしましょう。じゃあね。